めちゃめちゃ最高です。まあ、なんで買ったか。ソニーの皆さんこんにちは、青ゆいです。本日はこの紙袋の中に入っている3つの箱を開封していきます。早速開封したいところではありますが、本日は最後にサプライズなお知らせがあります。なのでぜひ動画の最後までご覧ください。めちゃくちゃ重たい。まあね、この箱とこの箱は軽いです。ただもう1個がめちゃくちゃでかい。なので一旦下に置いておきます。はい、今2つの箱を持ってきたんですけど、メインは先ほどの大きい箱なので、こちらは簡単に開封していきます。ついに来ました。ビデオ雲台でございます。今まではですね、こちらのような普通の雲台で戦っていました。ただこちらのビデオ雲台を購入したということで、さらに三脚の運用っていうのがしやすくなるんじゃないかなと思っています。ちなみにどちらの雲台もレオフォトさんの雲台になります。では一旦取り付けてみようと思います。雲台と同じく、三脚も私レオフォトさんの三脚を使っています。ただね、ビデオ雲台っていうのがやっぱり初めてなので結構楽しみですね。いいね。で、ここの棒は右にも左にもつけられます。私はね、個人的にはつけなくてもいいんじゃないかなと思っています。はい。ではね、後半この三脚をまた用いて、撮影をしていきたいと思っています。ではこちらの箱を開封します。ちなみにこちら健康さのフィルターなんですけど、なんとね 105mm なんですよ。105mm のフィルターって見たことありますか？私ね、初めてすぎて楽しみです。どんな感じなんだろうな、想像がつかない。でかっ。めっちゃでかっ。見えますでしょうか？めっちゃでかい。はい、でもなんかかっこいいですね。ということで次はめちゃめちゃでかい箱を開封していきます。よいしょ。ついに購入しました。ソニーの 400-800mmF6.3 から8のレンズになります。今回はこちらの開封、第一印象、スペック、そしてどうしてこのレンズを買ったのかなどお話ししていきたいと思っています。後半三脚に載せながら実際に撮影もしていきたいと思ってますので、最後までぜひお楽しみください。そしてね、今後の動画の中ではこちら実際に外に持ち出して撮影した作例撮影というのもお届けしていく予定です。カワセミ撮影とかしたいなって思ってます。ではまず今日の動画は開封からやっていきたいと思います。楽しみ。これがフードですね。そして本体、見たことないフォルムだわ。なんかワインみたいな感じですね。ではまずフードから開封していきます。はいはいはい。はあ、かっこいいですよね、この白。この白色がたまらん。フードの時点でめちゃめちゃかっこいいんですけど。でも意外と片手で持てるかもしれない。あれ小さい。なんでだろう。私ニコイ Z の 180-600mm も持ってまして、まあ今フードなしなんですけど、ちょっとフードつけてみますね。おー、いやサイズ感だけ見たら圧倒的にこっちの方が大きいんですけど、なんかね、この白い強トンのせいか、なんか身軽に見えるんですよね。ソニーさん特有のこの白ですけど、そう、若干ずっしりとした重みを感じる。はい。実際のね、重さの比較だったりも動画の中でしていこうかなと思っていますので、ぜひそちらに関してもお楽しみください。
やばい、めちゃくちゃかっこいいこれは。あ、そう後半ね、動画の中で α7C2 だったり7-4に、こちら実際につけていきたいと思っていますので、そちらもぜひお楽しみください。やっぱこの白の特別感ってすごいですよね。かっこいい。もう一個ね 5G150mm を持ってまして、こちらね GM のレンズになるんですけど、なんかねこうやって並べると、こちら GM レンズでこっちが G レンズなんですよ。なんだけどね、なんか GM っぽい見た目がある。めっちゃかっこいい。テンション上がりますね。最高だわ。ちなみに全長は 364mm となっていまして、重さは 2475g らしいです。持てちゃう。全然苦じゃない。Z の180-600より 300g くらい重い。でも不思議とね、最初にもお話ししたんですけど、この白レ効果ですかね、軽く感じます。あとやっぱりインナーズームのおかげですかね。800mm まであるんですけど、前にね伸びてこないので、バランス感っていうのもめちゃくちゃ良くて、持ちやすさっていうのがさらに、高まっているのかなという印象があります。そういえば皆さん、フードって何のためにつけますか？結構ね、こういう長玉になると特にですけど、下に下ろした時にぶつかってしまってレンズが傷つくっていうのを防いだりとか、あとね砂だったりホコリが直接レンズに入ってしまうっていうのを少し軽減してくれる、そんな理由でねつけてる方も多いんじゃないでしょうか。ただこちらね、フードにも秘密があるんです。いや、これ面白いなと思いまして、実はこちらの400、800のフードはですね、植毛処理というものが行われています。植毛ってその植毛です。なんか細かい毛みたいなものがフードの内側に貼られてまして、光の反射を防いでくれるんです。もちろん細かすぎてね、全然肉眼でこう確認できるっていう感じではないんですけど、その細かい処理が行われていることによって、太陽光が斜めに入った時にも逆光を抑えてくれる、そんな効果があるんです。すごくないですか？レンズだけじゃなくてフードにも配慮が行き届いてるってさすがですよね。やっぱりね、結構 Z のフードって軽めな感じがあるんですよ。実はこれ2代目のフードで一つちょっと割れちゃったんですよっていう感じで、なんか簡易的なフードっていう感じが強いんですけど、こちらね結構肉厚でしっかりしてます。このインナーズームの効果のおかげでズームしても長さが変わらないので、すごく安定感っていうのがあります。お次は外観から見ていきたいと思います。そうですね、このキラリと光る G の文字がめちゃくちゃかっこよくないですか？そしてこの白レです。超かっこいい。あとね、反射を抑えてる結構マットな質感のボディなので、光を受けてもなんかギラつかないというか、控えめで落ち着いた印象がありますね。あとフードにももちろんロック機能がついています。なのでバッグの中とかに入れた時にも外れてしまうのとかずれるっていうことも防いでくれます。なのでね、本当先ほどの植毛処理と合わせてフードにも行き届いた配慮っていうのがたくさん詰まっています。ここを開ければね、フードを外さずともフィルターっていうのをいじることができます。あとこちらの三脚座はアルカシス互換で着脱が可能となっています。あとこちらの回すリング、回転もスムーズです。なのでね、結構構図決める時も安心して回せそうですね。早くねカメラにつけていきたいところではあるんですけど、一旦スペックをご紹介します。こちら光学設計は19群27枚となってます。レンズが27枚もこの中に入ってるってすごくないですか？そりゃこのサイズ感になりますよねっていう感じですね。そして ED ガラスが6枚プラススーパー ED ガラスが2枚ついています。 ED ガラスっていうのは簡単に言うと色ずれを抑えてくれるガラスです。スーパー ED はそうです、さらに高性能なタイプになっていまして、特に望遠域での色にじみを徹底的に抑えてくれる、そんなレンズです。あとね、中央部分には非球面レンズっていうのも入っているので、遠いところから近いところまで、そして画面の端までシャープな描写っていうのを実現してくれます。楽しみですよね。早く作例を撮りたい。
ーティングはナノ AR コーティングを採用しています。これはね、レンズの表面の反射を極限まで減らしてくれるので、逆効果でもゴーストだったりフレアっていうのを抑えてくれるソニー独自の技術です。おかげでね、太陽光がレンズの内側に入ってもコントラストを保ちやすくなっています。そして最短撮影距離なんですけど、400mm の時が 1.7 メートル、800mm の時で 3.5 メートル。すごくないですか？超望遠レンズにしてはめちゃくちゃ寄れる設計だと思います。そしてね、最大倍率は 0.25 倍となっていまして、もちろん望遠レンズといったら野鳥だったり動物を撮るものってイメージが大きいと思うんですけど、物撮りとか止まってるものを撮った時にも寄って細部まで質感を出せたりするので、花とか撮っても面白いんじゃないですか？はい、また新たな世界を見せてくれそうなレンズですね。そして絞り羽は11枚構成の円形絞りとなっています。これはね、枚数が多くて円形に近ければ近いほど、いわゆる玉ボケが作りやすくて綺麗な丸、自然な丸っていうのを生み出すことができます。まあね、F 値が 6.3 から8なんですけど、6.3 とか8の F 値、どういった印象がありますか？それはね、F1.2 だったり 1.4 の開放に比べたら明るさも暗いし、ボケもちょっとって思う人もいると思うんですけど、私ね、この望遠域のボケっていうのがすごく好きなんですよ。圧倒的に背景が迫り来るダイナミックのボケ。そのね、望遠ならではのボケ味の良さっていうのが好きなので、この範囲っていいなと思います。特にね、F8 付近の焦点距離ってすごく野鳥撮影と相性が良くて、羽の先まで飛んでる瞬間ピタッと押さえたい時だとか、鳥が複数いる時に開放すぎると2羽ピントを当てることができないとか、そういう状況もありますので、複数羽を撮る時は F8 だったりとか10ぐらいで撮ることが多いので、この焦点距離っていうのはね、結構個人的に好みです。あとね、手ブレ補正の種類が3つあるんですよ。3つって何って感じですよね。まず前提としてベースにあるのは光学式の手ブレ補正です。その中でモードが3つあります。まずモード1、これは通常の撮影モードです。そしてね、モード2が面白くて、2は流し撮りに対応してるんです。流し撮りっていうのはですね、横方向に被写体を追いながら撮影する方法です。流し撮りの醍醐味って背景が流れる、躍動感あふれる、そんな撮影じゃないですか。そこをね、このレンズが理解して合わせにいってくれるってことです。つまりどういうことかと言いますと、流し撮りした時に背景ブレちゃったよ、ちょっと補正しとくねじゃなくてはいはい流して撮りたいのねっていうことをちゃんと理解してくれて、背景をきれいに流しつつ主役の被写体のブレは最大限に抑えてくれる、そんなレンズとの意思疎通ができるような、そんなモードになっています。面白いですよね。モード3はですね、逆に構図の安定性を重視してくれて、被写体を中央で捉えやすくする、そんなモードになっています。さらにね、ボディ側とレンズそれぞれの補正を連携してくれる強調制御にも対応してます。対応機種に関してはソニーの公式のページに載っているので、ぜひ気になる方はご確認ください。めっちゃ良くないですか？センサーの手ブレ補正とレンズ内の補正っていうのを同時に動かすことで、より自然で強力な補正効果っていうのを得られるんですよ。ソニーのね、オートフォーカスはやっぱ優秀ですけど、連携した世界見てみたいですね。はい、じゃあね早速 C2 につけてみたいと思います。楽しみ。この瞬間を待っていました。もうね、レンズを回すっていうかカメラごと回してつけるっていう、そんな感じですね。はい。おこの感じいいわ。 C2 がめちゃめちゃコンパクトなので取り回しがいいんですよ。でかっこいい最高。こんな感じですよね面白。待って、今何ミリ？600ミリか、これで。すごいなやばい、めちゃめちゃ最高ですボデ
りが小さい分一見ねアンバランスに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、このね軽装で長望遠っていうのがいいんですよとは言いつつもですねちょっとセブン4にも試してみたいですね。やばい、すでにめちゃめちゃかっこいいな。上から見た時のかっこよさが半端ないですね。うわー、すごいな。はい、まあバランスは C2 の時よりさらに良くなりますね。かっこいい。この肉厚対デカレンズっていうのがいいですよね。はい、グリップの握ってる感がめちゃくちゃありますね。でね、C2 は左端にファインダーがついてるんですけど、これ真ん中で覗くタイプなので、またね正面から見た時にフォルムの感じも C2 とは変わってきて面白いですね。はい、重っ。ではね、実際に今後作例を取っていきたいのは C2 なので、もう一回 C2 に戻します。軽い通り回しがめちゃくちゃいい。いいね。C2 好きだな、やっぱりどっちも好きなんですけど、はい、いいですね。それではちょっとね三脚に乗せてみたいと思います。せっかく、ビデオ雲台も購入したということで、ビデオ雲台の試しもしていきたいなと思います。実際にこちら乗せていきます。おー私ねビデオ雲台初めてなんですよ。これいいわ。いや前ね同じくレオフォトさんの LH40 っていう雲台で戦ってたんですけど、素晴らしい。こっちも横も行くってことですもんね。楽しいな。っていうかめちゃめちゃかっこよくないですか？先に雲台の方をお話ししてしまいましたが、めちゃめちゃいいな。かっこよすぎじゃないですか？ちょっと撮ってみますね。やばい、なんかレンズ身軽だなと思ったんですけど、やっぱね三脚そして雲台に乗せた時のこの望遠感っていうのは出てきてさらにかっこいいですね。この 800mm の威力は結構やばい。これ外で試したらどうなるんだろうっていうのめちゃめちゃ気になりますね。そしてくるくるに雲台が動きます。いやーこれいいね。もちろんねこういったスティックをつければねここでの操作も可能となります。私の撮影スタイル的にはこのままでもいいのかなという印象はあります。かっこいいなめちゃめちゃかっこいい。ここのねちょっと光を浴びるとキラリと輝く G の文字が好きですね。いいわ。三脚持った時の重さっていうのもそんなにないですね。そう、あとねこちらのレンズフルタイム DMF にも対応しているので、もしオートフォーカス中にマニュアルでも撮りたいってなった時にもズームリングを回すだけでスッとマニュアルに切り替わってくれます。なのでねやっぱりオートフォーカスとマニュアルいちいち切り替える必要がないので、静止画でも動画でも活躍してくれるんじゃないかなと思います。ではね、ちょっと Z9 に 180/600mm を装着してみます。重たいな。はい、Z の 180/600 と比較してみますと Z の方がね 300g、軽くて少し短いです。でもねどちらもインナーフォーカスなのでこの全体のバランス感っていうのは体感バランスっていうのはどちらも近い感じですね。結構重たい。やっぱなんかどうしてもね白レだからかめちゃめちゃ見た目がね軽く見えるんですよね黒だとちょっと重いって感じがするんですけど、この見た目の視覚的な軽さがありますね。よいしょ。なぜこちらを購入したか、そんな話を今からしていこうと思います。なんで買ったか。ソニーのオートフォーカスの速さをカワセミ撮影で体感したかったからです。やっぱりねオートフォーカスはソニーすごいんですよ。
前からねソニーは動画機としてずっと使ってきてオートフォーカスの速さっていうのは感じてたんですけど、写真で使うようになってからもですね、そこに当てたいのピントっていうところにしっかりと当たってくれるっていう感じがあって、いいなって、これで撮ったらどうなるんだろうっていう好奇心から、購入しました。そして今まではですね、私の中での一番長い焦点距離が 600mm でした。でも今回はこちらね 800mm なんですよ。つまり600mm のその先 800mm の世界ってどうなんだろうって見てみたいなって思って買っちゃいましたまだ撮ってないんですけど、すでにね買ってよかったなって思えるような外観だったりとかスペックっていうのが詰まってるなと思います。もちろん早く撮りに行きたいんですけど本当にね、見た目からして撮りに行きたくなる、外に出たくなる、そんな眺望園だなと思います。白レかっこいい。次回以降、カワセミ撮影だったりいろんな被写体を撮っていきたいなと思っています。特にカワセミ撮影ではオートフォーカスの追従、改造、ボケ、光の入り方などを見ていきたいなと思っています。800mm の世界でどんな世界が見れるのか、実際に試していきたいと思っています。なのでぜひ今後の動画もお楽しみください。そろそろこちらのレンズのまとめに入りたいところなんですけど、最初にお伝えしたサプライズなお知らせを発表していきます。それはですね、ソニー主催の野鳥フォトムービーコンテスト2025にまつわるお知らせです。もうすでに始まっていまして、10月30日木曜日から12月7日日曜日までです。こちらのコンテストの応募期間となっています。そしてそのコンテストのゲスト審査員に選出していただきましたなのでですね、ぜひ皆様に野鳥の写真、そして動画を応募していただきたいなと思っています。皆さんの撮影した素敵な瞬間をお待ちしております。ちなみにですね、こちらのコンテストはカメラじゃなくてスマホでの投稿も OK です。そして主催はソニーとなっていますが、どのメーカーで撮られたお写真、動画でも構いません。なのでぜひ皆さん12月7日まで期間がありますのでご応募お願いします。それがサプライズなお知らせでした。では話を戻しまして、こちらのレンズのまとめとさせていただきます。今回はソニーの 400-800mm f6.3 から8のレンズを開封してみました。いかがでしたかこのね、白レに詰まった思い、軽快さと性能の両立、もうスペックを見ただけで早く撮りに行きたいと思わせてくれる、そんな一本でした。次回以降カワセミ撮影の作例投稿しますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。